うちのクラブの選手がワールドカップに行くんだな。日本は中盤には選手が多いけど、前線はまた事情が違うから。上田が選ばれたのは嬉しいけど、オランダ戦で決めないでくれよ。三笘がいないのは日本にとって大きい。オランダにとってはラッキー。オランダが楽に勝てる相手じゃない。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。日本代表のワールドカップのメンバーを見たオランダサポーターと話していくよ。ついにメンバーが発表されたね。一応日本のメンバーを見ておくと、このメンバーで日本代表は今年のワールドカップ優勝を目指していくよ。もうやるしかないね。今回もオランダサポーターのメイスくんとリモートをつないでるよ。ほいほい。ほいほい。じゃあオランダサポーターが日本のメンバーをなんて言ってるか聞いていこうかな。任せて。メイスくん、今回の日本代表のメンバー発表ってオランダではどこに注目されてるの？まず目立ってたのはエルディビジでプレーしてる選手が結構入ってるってところだね。オランダリーグのエールディビジだね。誰のこと上田綺世と渡辺剛はかなり喋ってる人いたね。フェイエノールトサポーターで見てる人が多くて、2人が日本代表としてワールドカップに行くことに反応してた。さすが上田。上田が選ばれて嬉しい。オランダ戦では点を取らないでほしいって言ってる人がいたね。あと小川幸輝と塩貝健人も名前が出てた。 NEC サポーターの人たちは小川と塩貝が入って佐野光大が外れたことに反応してる人が多かったよ。やっぱり自分が好きなクラブにいる選手には代表に入ってほしいんだね。そうだね。日本代表を細かく見てるというより、クラブでプレーしてる選手、オランダでプレーしてる選手にまず注目が集まってる。オランダだと板倉選手と冨安選手も選ばれてたよ。板倉公と冨安健洋が選ばれたことも話していたよ。板倉に関してはアヤックスでどうだった？フェイエノールト戦で一度ベストポジションに立った時は良かった。でもその後はあまりそういう形でプレーしてない。細かい。あとは板倉はもうクラブから出してもいいんじゃないかっていう厳しめの意見もあった。ちょっと今クラブの話はしないで。じゃあ冨安選手は？板倉より冨安の方に期待してる人がいたね。選ばれたことに驚いてる人はいなかったのかな？驚きというより今のクラブでの立ち位置とか印象を話してる感じだった。冨安がサイドバックでどれだけいいかも見てきたって感じだけど、この2人は日本代表では出番ないだろ。何年かぶりに最悪レベルのアヤックスですら試合に出てないんだからって厳しいこと言ってる人もいる。でも応援してる人ももちろんいたよ。2人の幸運を祈るよ。1試合だけを除いてね。1試合だけを除いてねって。今回の日本代表メンバーはオランダの人からすると結構身近な話題なのかな？日本代表だけどオランダのクラブに関係ある名前が多いからね。でも佐野光大がいないの？って声はかなりあった。佐野が外れて小川と塩貝は入ったから、そこに反応してる NEC サポーターの人が多かった。選ぶべきだったって意見が多いの？そういう意見もあったよ。佐野は選ばれる価値があった。すごく残念だ。まだ若いけど今回はかわいそうって感じ。オランダの人にもそんなに評価されてるんだ。うん。ただ全員がそうってわけじゃない。外れたのは理解できるって意見も結構ある。冬以降は前半戦ほどの佐野じゃなかったって見方がある。あと日本の中盤は競争が激しいから今のメンバーだと外れても仕方ないっていう感じ。確かに日本って選手層が厚いから選ばれるのも大変だよね。そうなんだ。日本は中盤に選択肢が多いから佐野を入れてもあまり追加要素にならないんじゃないかみたいな見方だね。選手選考はスタッフも悩むところだよね。佐野は試合に出てるのに小川や塩貝みたいにあまり出てない選手が選ばれてるのは変じゃないかって意見もあったけど、それに対してはポジションが違うって話もある。日本は中盤には選手が多いけど前線はまた事情が違うから、小川や塩貝が選ばれるのは理解できる。日本代表のことなのにオランダサポーターがすごい議論してるんだね。うん。しかも佐野は移籍金の話も絡めて話してる人がいたよ。ワールドカップに出たら価値が上がると思ってたのに選ばれなかったからどうなるんだみたいな感じ。ワールドカップに出ると移籍金が上がってクラブにとっていいってことなんだね。そうそう。でもまだ若いし4年後があるって前向きに見てる人もいたよ。メイス君、佐野光大選手以外の選手の話も聞きたいんだけど。三笘、南野、守田、旗手、浅野、坂本、吉田麻也、高井、町田、藤田、安藤、町野が入ってないって言ってる人もいたよ。すごい選ばれてないんだね。うん。今回のメンバー発表は選ばれた26人だけじゃなくて入ってない選手の名前もたくさん出てた。知ってる選手が外れてるとそこに目が行くんだと思う。選ばれてない選手でもこんなに名前が出るのはすごいね。三笘について話してる人は多かったよ。
やっぱり三笘はオランダでも知られてるんだ。三笘がいないのは日本にとって大きい。オランダにとってはラッキー。オランダにとってはラッキーか。それだけ怖い選手として見られてたってことだね。そうだね三笘がいないのはオランダにとってかなり助かるって空気があった。三笘がいたら両チームで一番の選手、少なくとも一番のアタッカーだった。一番の選手ってすごい。ただそこは意見が分かれてた。いやガクポの方が上だって返してる人もいたし、三笘の方が技術、創造性、ドリブルでオランダのアタッカーより上だね。って言い返してる人もいた。メンバー表に三笘は入ってないのにかなり存在感があった。三笘がいないのは残念。もしいたら日本は本当にトップチームだった。みたいな感じだね。選ばれたメンバーが活躍するさ。他にはやっぱりオランダのクラブにいる上田綺世、渡辺剛、小川航基、塩貝健人、この辺りはかなり名前が出てた。オランダにいる選手の名前がやっぱり多いんだね。日本代表のメンバーを見てオランダ人はまずエールディビジの選手が入ってるじゃん。って見るんだよね。上田と渡辺がワールドカップに行くのを喜んでるフェイエノールトサポーターは多かった。日本代表への興味というよりうちのクラブの選手がワールドカップに行くんだなって感覚に近いと思う。その中でもやっぱり上田は結構注目されてるね。上田が選ばれて嬉しい。オランダ相手に2点取りそうって言ってる人もいた。本当に2点取っちゃえ。オランダ戦で決めないでくれよ。でも上田が5点か6点くらい取ったらいい金額で移籍できるかも。みたいな話してる人もいてさ、すぐ移籍金の話になるんだから。オランダのサッカートークだとそこはあるね。活躍したら高く売れるかもって見方はよく出る。オランダサポーターから上田選手の評価は高いってことでいいのかな。そこは少し分かれてる。上田はトップスコアラーだって言ってる人もいるけど、試合によっては存在感がない。って言ってる人もいる。ぐぬぬ。他には鈴木について反応してる人が結構いた。どの鈴木選手のこと？鈴木が3人いる。ホンダやトヨタやマツダや川崎も欲しいみたいなノリ。そういう警戒。でも3人もいるとなると実況の人が大変そう。メイス君、個別の選手じゃなくて日本代表のメンバー全体についてはどんな評価だったの？かなりいいチームだっていう反応が多かったよ。さすが日本。すごくいいチーム。真剣に見た方がいいチーム。危険なアウトサイダーだって感じで見てる人が多かったよ。アウトサイダー。もちろん全員がそうじゃないけど、日本のメンバーを見てオランダが楽に勝てる相手じゃないって思った人は多い。反対に微妙って言ってる人もいるってこと？言いたよ。攻撃陣がそこまで強くない。ワールドカップで大きなことはできなさそう。攻撃陣が弱い？そう見てる人はいたね。でも全体的には笑って済ませられる相手ではないって空気の方が強いけどね。でもこんなこと言ってる人もいたんだ。こいつら全員地元の中華料理屋で働いてるの？名前全然知らないんだけど。日本と中国の違いもわからないのか。そういう人もいた。でもお前が知らないだけだろってちゃんと反論してたよ。普通にいい選手たちだし、いいクラブでプレーしてる選手たちだっていうね。試合で分からせてやる。日本の選手名を見てピンとこない人もいるけど、詳しい人からするといやいや、ちゃんといい選手いるよって感じ。日本代表のメンバーを見て試合はどうなるって言われてるの？日本は普通にオランダに勝つ。三笘がいなくても？三笘がいないのは大きいって話はあるけど、それでも日本が勝つって見てる人もいた。三笘不在をオランダにとってラッキーって見ながらも、日本そのものを軽く見てない人はいる。日本を知らない人は軽く見てる。でも知ってる人は怖がってる。日本のメンバーを見たオランダサポーターからはこんな感じだよ。メイス君、話聞かせてくれてありがとう。こちらこそ。オランダのワールドカップメンバーは5月27日発表だから、気になるならまた話に来るよ。みんなが聞きたがってたら聞かせて。了解。それじゃあドゥイドゥイ。ドゥイドゥイ。ついにメンバー発表されたね。もう試合まで1ヶ月切ったからね。4年に一度ってなると緊張するね。そうだね。本当に頑張ってほしいよね。私はあと何回ワールドカップを見られるんだろう。10回は最低でも見られるはず。事故とかなければ普通にもう少し見られそうだけど、でもそう考えるとあと10回しかないんだね。1回1回が本当大切な大会だよね。緊張するよ。試合日程一応確認しておこうか。今日も月曜だからちょうど4週間後にオランダ戦。そう言われるともう本当に早い。葵ちゃんはサムライブルーには推し選手いないの？今はいないかな。箱推しだ。そうだね。そういえば幼馴染が弁護士のサッカーのワールドカップみたいなので優勝してたよ。あの人ねあの人ね。
私 LINE 送っとこ。でも弁護士のサッカーのワールドカップなんてあるんだね。 SNS でオランダの反応を見てたら投稿してたんだよ。ムンディアボかみたいなの。それは景気がいいね。待って、違ったらどうしよう。世界一は世界一だしいよ。この勢いでサムライブルーも優勝だ。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。皆さんの注目選手をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。